はい、今日はゴルゴンゾーラスパゲッティを作っていきたいと思います。ニンニクを刻みます。みじん切りですね。ブルーチーズ、これも刻んでおきます。香りいいですね。200g ですね。これであと 150g あるんですけど、入れても入れなくても贅沢にやるんだったら入れてもいいと思いますけど、じゃあフライパンに火をつけて、バター、トマト巻切ったら30g でしたので 30g ですけども、20g ぐらいでも構いません。適当です。にんにく炒めます。はい、クリームを入れます。弱火にしますね。チーズを溶かしていきます。少しずつ溶かしていきます。チーズをよく溶かします。最初にミルクいっぱい入れちゃうと溶けづらくなるので、少量で最初溶かしていきますね。やっぱり今日は贅沢版ということで、チーズもう 150g 足しましょう。贅沢版でいきます。チーズ 350g 全部。よく溶かします。お塩はチーズにも塩が入ってますから、その時の分量で変わってきます。少しずつ足して塩加減を見てください。今日は一応 3g ぐらい最初に入れて、味を見て追加するかどうか決めます。お塩 3g 入れときますね。ピンク岩塩です。よーくダマになってるチーズを溶かしてください。そして溶けてきたら少しずつ生クリームを足していきます。日本では横浜の山手というところにブッチリアという南イタリア食堂があったんですけども、そこのレストランできた当初
20年ぐらい前でしたでしょうかね、よく行きました。仕事であっちの方面によく行きましたので、偶然見つけたお店なんですけど、通りから1本離れてて隠れた名店でしたね。私が行った頃はお昼はほとんど他にお客さんがいなくて貸し切り状態だったんですけど、今はもう本当人気店になってるようです。ネットで見たら星 4.5 ついてましたね。オーナーシェフの方お元気でしょうかね。また日本に行ったら行ってみたいですね。あれから20年近く経ってるので、このオーナーシェフさんはこのゴルゴンゾーラがあんまり好きじゃないとおっしゃってました。だけど自分の作るゴルゴンゾーラだけは食べられるということで、とっても美味しいスパゲッティ作ってられましたね。根気よく、先にこれを全部入れちゃうと溶けづらいので、ちょっとずつ入れていきます。で、沸かさないようにすることも大切ですね。弱火でじっくり。そろそろ麺を茹でるお湯が沸いてきましたので、お塩入れます。麺を茹でます。そしてこれをですね、本当は牛乳を足して冷やすんですけど、今日は贅沢に全部生クリームで作っちゃいます。贅沢版ゴルゴンゾーラですね。今日は特別です。胡椒入れます。黒胡椒。カルボナーラと違ってゴルゴンゾーラはシンプルにあまり具を入れないでそのままチーズの味を楽しむのがいいですね。はい、麺は固めでアルデンテでこれで火止めます。麺を揚げます。
はい、麺は固まらないようにオリーブオイルをかけておきます。バターでもいいです。そうですね、塩味今日はこれでいいと思います。 3g。 ここまでチーズたくさん入れない場合はもう少し塩必要かもしれませんね。はい、それではゴルゴンゾーラソースはこれで完成です。沸き立つ直前に火を止めます。はい、麺を継ぎましてソースをかけてたっぷりかけます。パセリを散らして粉チーズをかけてゴルゴンゾーラスパゲッティの完成です。